決勝戦まで行くっていう力のある選手であってもその生徒を見てて、例えば決勝まで行くっていう努力をしている、練習もすごい、スピードも速い、破壊力もある、パワーもある、それからセンスもある、そういった人たちが決勝戦まで来て、延長戦の最延長戦まで行って最後勝つのは楽しい努力を続けてきた人ですね。両方とも同じように工夫して努力して苦しい練習も来たんだけども、苦しい練習も楽しくこなしてきた人という人と、やっぱりやらされて、無理やりプレッシャーを感じながらやらされて、やっぱり辛い努力のまま続けてきた人っていうのは、結局延長戦の最後の最後やっぱり敗れていくわけですね。ですから本当に若いスポーツの選手なんかで今スケート選手とかでね、羽生選手とかすごい笑顔でもう今までの選手にないぐらいのパフォーマンス発揮したりしますよね。でやっぱり本人ももうものすごい練習量をこなしていると思います。苦しい練習もこなしていると思いますけど、最終的に苦しいこともひっくるめて自分がやっぱりスケートをするのが楽しいという、そういう努力を積み重ねてきたいるからこそですね、やっぱりあれだけのパフォーマンスというものを発揮することができるんではないかなと思います。とにかくこの仏教の教えの中で精進という言葉があるように、大変な作業を大変なまま続けるんではなくて、どうすれば効率的にできるか、どうすれば楽しくできるかということの工夫をする、これがお釈迦様はですね、知恵と呼んだんですね。なので知恵ある努力をしていく、ここが非常に重要なポイントではないかと思います。じゃあこのお悩みに対してどうしたらいいかという処方箋なんですけれど、これはこの今の肉体的な疲労っていうことに限らず、現状ですね、何か問題があるっていう時にそれを解決するための重要な鍵が3つあるということをぜひ皆さんに覚えていただきたいんですね。現状自分が抱えている問題を解決するには3つ鍵があります。この鍵というものをちゃんと具体的に知って、具体的な正しい努力をしなかったら、ただただ頑張るっていうだけだったらね、自分がもう倒れて、本当に病気になってしまったり、それから精神的に病になってしまったりすることがありますから、ぜひですね、正しい努力というものを知って、その正しい努力を具体的にやっていただきたいと思います。現状の問題を解決するための3つの鍵ですね。これ何か、一つは考え方です。考え方というものを同じくしてね、今までと同じような考えをしてて、今までの問題が解決できる方はできないんです。問題があるっていうことは、今までの自分の考え方っていうことでは解決できないので、なのでそれが問題として感じられるわけですね。でも自分が考え方っていうものをふっと変えることができたら、今まで問題だと思ってたことが全然問題でなくなるということが可能性があります。だから考え方っていうものを、変えてみる、これが一つ目の鍵です、ね。問題を解決できるための考え方を手に入れる、これが一つ目の鍵。そして二つ目、スキルです。技術ですね。今自分が何かに突き当たってるってなった時には、必ず自分の持っている技術スキルを、あるいは超えているかもしれない、その問題がね。ですから新しいスキルを手に入れる必要があるかもしれない、新しい技術を身につけていく必要があるかもしれません。ですから自分のスキルというものをきちんと問題解決できるかどうかということをですね、それをちゃんと振り返ってみる必要があります。そして自分で問題解決できなければ、解決できるスキルっていうものを求めて勉強したり、そのスキルを持った人にアドバイスを仰いだり助けていただいたりっていう必要があります。そして3つ目はですね、問題解決をしていくための、環境設備あるいは道具です。でこれを手に入れることによって今まで悩んでた問題が一瞬にして解決してしまうということはあります。問題を解決していくときにただただ頑張るっていうんではなくて、その問題解決をしていくための考え方を手に入れる、そしてスキルを手に入れる、そして環境道具を手に入れる、この3つを振り返っていただくということが具体的に正しい努力をしていくためのまずとても大事な条件になってきます。ではじゃあ具体的にどういうふうにして3つのねそのポイントというものをですね踏まえて
問題を解決していったらいいかということをもうちょっと具体的にお話ししたいと思います。まず一番最初の考え方を改善していく、考え方を変えてみる、発想の転換っていうことですね。で先ほどの自分のもう体力がなくなって気力もなくなっていって最近ものすごい疲れやすい、でも仕事の量は減らないどころか増えていく、これに対してどうしたらいいかということなんですが、先ほど精進といったこれを大変だ大変だ、いや辛いどうしようと思うんではなくて、どうやったら楽しい、解決ができるか、どうやったら楽しく仕事ができるか、ここにですねエネルギーを費やすんです。どうしたらもっと今の同じ仕事が楽しくなるか、そしてどうしたらもっと効率化していくことができるかということですね。ここをですね、ただいたずらに作業をどんどんこなすというだけではなくて、一旦ちょっとですね休みを取って考えてみるということの必要です。そして、もう一個ですねポイントとしてですね、この考え方を改善していくというのはどういうことかっていった時にね、まずね本当に体が疲労して精神的に疲労してもうどうしようもないっていうんだったら、思い切って休みを取るっていうこともありです、ね、思い切って休んでいいから考え方も変えていい、仕事のやり方も変えていい、それから誰かに頼んでいいということがありなんです。誰かに頼んでいいんです、ね、自分一人で抱えてなくていい。いやそんなこと言ったってもう現場もいっぱいいっぱいで人でもない、それでも誰かに頼むってことも実は可能なんです。上司に相談するのもあり、ちょっと私も頑張ってるつもりなんですけどいっぱいいっぱいですっていうことを言ってもいいんです。それは自分が会社の中で仕事の中でどういうポジションにあられるか分かりませんけれども、真剣にきちんと自分がサボってるっていうわけではなくてですね、真剣に頼めばやはり自分の上司がそれを解決してくれたり、社長さんが解決してくれたり、あるいは仲間内でですねその解決してくれるっていうことの案を持っている人たちもやっぱりいます。なのでね、とりあえず大変な時に自分が休むっていう選択肢もあるし、頼むという選択肢もあるし、今やってる仕事のやり方をそのままやらなければいけないということはないんです。その仕事を通じてある成果を達成すればいいので、そのために今のやり方をもっと効率的になるんじゃないか、もっと変えてもいいんじゃないかということを考え方を変えることによって問題が解決がなされるという場合があります。なので考え方を改善する、発想の転換をするということをちょっと知恵を絞ってやってみていただく、これはもう本当に大事です。それから2番目、技術、スキルですね。自分がもし今問題解決をしていくのにこういう技術、こういうスキルというものを身につけたらもっと早くその作業が進むんでないかというんであれば、逆にですよ、仕事大変なんですけどもお休みの日を削ってそのスキルを持っている、問題を解決する、もっと楽にする、もっと楽に仕事をしていくためのスキルを持っている人のところに勉強に行くというのも手ですね。これ実はね大変なことじゃなくて楽しい努力になります。そのスキルを身につけていったらより効率的に楽しくもっと楽に仕事ができるということはいくらでもあるんです。そういう解決方法を持った人は世の中にいくらでもあります。なので思い切ってですねそこに時間を使いお金を使い、自分が今困っている問題をより効率的により簡単に解決していくという手段を持った人、そういった人に教えを仰いで、そしてそのスキルを学んでいく、身につけていく、これは大いにありです。でかなりですね現場の問題というのはこのスキルを身につけていくことによって解決していくことが多いです。はい、そして3つ目、環境設備、それから道具を変えてみる。これはですね本当現場作業になればなるほど道具っていうものはですね工夫していくと効率的な効果的に楽にできるというツールはいくらでもあります。ただねやはりそれを買うということは非常な高いお金が必要だったりとか自分の裁量ではできないということがあるんですけれども、今はですね現場作業してみる人だったらレンタルでいろんなものを借りることもできます。でレンタル費用もありましょうけれどもこれをですねぜひ取り入れて上司に交渉したりとかですねあるいは社長さんに交渉したりしてちょっと現場の作業をこうしていったらレンタル料はこれぐらいかかるかもしれないけれども実はですねこういったことを取り入れていくとものすごくもっと効率的に仕事がはかどって結果的に仕事が早く進むので売り上げも上がっていくよっていうことをきちんと説得をしたり自分で調べたり
そういった道具があるっていうことを勉強するっていうことですね。でそれを取り入れていくってことができることによってですね、実はその投資、わずかな投資というものが非常に大きな成果をもたらしたり、楽に仕事ができるっていうところへつながっていって、結果的に売上につながったり効率が良くなったりということはあります。ですからぜひですね、この考え方を変える、そして、スキルというものを身につけていく、それから、道具ですね、これを手に入れていく、このことによって、その現場の作業というのは解決していくということがあります。で、このような相談というのは意外に多いので、そんなようなことのアドバイスを具体的にさせていただいたところですね、またこれ男性の職人さんなんですけど、